いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬アジングを安定させるための誰もが知っているようで実はほとんど実践できていない冬の5つの秘技をお話しします。今回登場する秘技の名前は一般的ではないのであらかじめご了承ください。冬の海は厳しく渋く一見すると手がかりのない世界に見えます。しかし冬には冬だけの規則があります。その規則を知り、わずかな動きとわずかな差を積み上げることで冬アジングは確実に突破できるようになります。では最初に今日の結論です。冬のアジは動くほど損をする生き物になる。だからこそ誘いは弱く、レンジは狭く、決定打は止める時間にある。ここさえ理解できれば今日お伝えする秘技の意味がすべてつながります。それでは本日の目次です。ミリレンジ固定術、カス当てフォール、置きドリフト、巻き合わせの極意、正の時間を作る止めの攻撃。それでは本題に入ります。ミリレンジ固定術。冬のアジは水温差と低代謝の影響で上下の移動を極端に嫌います。特に冬は10センチメートルの差で釣れるか釣れないかが決まるほどレンジが狭くなります。だから最初に行うべきことはレンジを見つけ、その高さから絶対に外れないことです。ボトムを取り、数センチ単位でゆっくり上げ、当たりが出た高さを何度も通す。冬ほどミリ単位の精度がそのまま超過になります。カス当てフォール。冬アジングの核心はフォールにあります。中でも最も反応が出やすいのがこのカス当てフォールです。これは海底に触れそうで触れないギリギリの位置でゆっくりと落とし続ける誘いです。ジグヘッドがそこにコツンと触れた直後、わずかな浮遊層に入った瞬間、アジは本能的に口を使います。そこから数センチ、この狭い世界でアジは最も食いやすい位置に留まっているからです。大きく動かす必要はありません。ただそこスレスレを漂わせるだけ。これだけで冬は成立します。置きドリフト。アジが動かない冬はルアー側が動きすぎても成立しません。そこで使うのがこの置きドリフトです。誘い方はシンプルです。キャストして沈め、ラインテンションを最小に保ち、リールを巻かず潮に乗せて流すだけ。冬のアジが食べる餌は網、小型プランクトン、流れてくる落ち餌。こういう自分で泳がない餌が中心です。だからこそ動かさず潮だけで流す。これが最も自然な動きになります。置きドリフトは冬の当たり方の中でもラインの重さがほんの少し変わるだけという最も繊細で最も釣れる誘い方の一つです。巻き合わせの極意。冬の当たりは本当に小さく、もぞ、重い気がする。そんな違和感でしか出ません。ここでやってはいけないのが側合わせです。冬のアジは吸い込みが弱く力もありません。ロッドを強く煽るとほぼ弾かれます。正解は巻き合わせです。違和感を感じたら一瞬だけ待ち、ロッドを少しだけ立て、ゆっくり巻くだけでフッキングします。冬はかける釣りではなく乗せる釣りです。正の時間を作る止めの攻撃。冬アジング最大の武器は派手なアクションでも速い巻きでもなく止める時間です。フォールの途中で止める。ただ巻きの途中で止める。ラインテンションだけを感じながら止める。冬のアジは動いている物体には興味を示さず、止まった瞬間に口を使います。つまり冬は動かすより止める方が強い。これは冬アジング最大の真理です。本日のまとめです。今回ご紹介した5つの秘技はどれも華やかなテクニックではありません。しかし冬のアジングは正の釣りです。ミリレンジ固定、カス当てフォール、置きドリフト、巻き合わせ、止めの時間。この5つは派手さはありませんが、どれも再現性が高い技です。冬のアジは動きません。だからこそ釣り人は静かに、正確に、丁寧に冬の海を読み、わずかな変化に耳を澄ませることで必ず1匹に近づくことができます。いかがだったでしょうか。冬の海は静かで冷たく夜が長い季節です。
その静けさは釣り人にとっては敵ではなく、むしろ味方です。動かない海の中でわずかな潮の重み、ラインが伝える微細な反応、そのすべてが冬のアジの声です。自然の静けさに寄り添い、あなた自身の感覚を磨くように、どうか冬のアジングを楽しんでください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。